お疲れ様です。タツさんです。タツさんの余白ラジオ、日本語と立ち止まる時間です。この番組では、日本語や日本の文化を一つのレンズとして使います。そして、いつも急いでしまう毎日の中で、もう一度好奇心を取り戻したいと思っています。パソコンを開いた時から今日は時間がないと思う日があります。そういう日はメールを書きながら次の予定も気になります。するとだんだん目の前の一つしか見えなくなります。今日はその漢字を余白という言葉から見ていきます。日本語には忙しいという言葉があります。心を表す字となくすという字が入っています。ただ予定が多いだけではありません。心をなくしているような感じもこの言葉にはあります。私はこの言葉がとても深いと思っています。もし今肩に少し力が入っていたら一回だけゆっくり息を吐いてみてください。その後で見える景色が少し広くなるか見てみてください。今日はなぜそうなるのかも一緒に考えます。私も余白がなくなるとすぐに見える世界が狭くなります。受験に落ちた後、自分の人生を考えるのが辛かった時期がありました。その頃、私は通学の時間をわざと長くしていました。大学まで片道3時間半くらいかけていたんです。電車に乗って乗り換えてまた歩いている間は深く考えなくて済みました。あの時足りなかったのは時間よりも安心だったと思います。何もない時間があると不安がすぐ来ます。だから予定を入れます。移動の時間で埋めます。何かを聞きます。何かを見ます。そうやって静かな時間を避けていました。ここで少しだけ別の見方をします。行動経済学では何かが足りないと感じることをスカーシティ、つまり欠乏と呼びます。時間がない、お金がない、余裕がない。そう感じると頭はそのことばかり考えます。すると今すぐのことには強く集中します。でも少し先のことは見えにくくなります。例えば今日中に終わらせたい仕事があるとき、本当は5分休んだ方がいいのに、その5分ももったいなく感じることがあります。
お金が少ないと感じるときも、安いことだけで選んでしまって、後で困ることがあります。足りないという気持ちが強いと、近くの問題だけを追いかけやすくなります。忙しい時に晩ご飯のことまで考えられなくなるのも多分同じです。本当は大事な連絡なのに後にしてしまうこともあります。自分がダメになったわけではありません。見える範囲が狭くなっているだけかもしれません。そう思うと少しだけ自分に優しくなれます。だから余白が大事です。余白はすぐに人生を大きく変えるものではありません。でも今は少し止まっても大丈夫ですと体に伝える時間になります。ぼんやりする時間でもいいです。窓の外を見るだけでもいいです。何もしない時間を少し置くと、硬くなっていた頭が緩みます。そして次に何を大切にするか選びやすくなります。私も最近は午前中はできるだけ SNS を見ないようにしています。作業が一つ終わったら少しだけ画面から目を外します。本当に小さなことです。でもそれだけでも他の人ではなく自分の感覚に戻りやすくなります。余白は自分の心をなくさないための小さな休む場所なのかもしれません。余白があると急いで答えを出さなくてもよくなります。今すぐ決めなくてもいいことがあります。今ちゃんと決めた方がいいこともあります。その違いが少しずつ見えやすくなります。大きな変化ではありません。でも毎日の選び方を静かに変える力になると思います。今日の問いです。あなたが最近一番足りないと感じているのは何ですか？時間ですか？お金ですか？安心ですか？すぐに答えを出さなくても大丈夫です。その足りなさを考えたとき、胸が苦しくなるのか、肩が硬くなるのか、それとも見える世界が狭くなる感じがあるのか。まずは体の感じを静かに見てみてください。もし今日の話を日本語でもう少しゆっくり復習したい方は、余白スタディトゥールキットもあります。スクリプトや音声を使って
自分のペースで言葉の使い方や自然な言い方を繰り返し見ていくことができます。そして今日の問いについて感じたことがあればお便りフォームから送ってください。皆さんの言葉はこの番組やライブ授業の中で紹介することもあります。次の対話を深める大切なきっかけになります。ここまで聞いてくださってありがとうございます。次回は余白が日本語の曖昧さや言い切らない話し方とどうつながっているのかを見ていきます。また次回余白ラジオでお会いしましょう。